私はお気に入りのテレビ番組を見ていました。その瞬間、義母がリモコンを奪い、テレビを消しました。水曜日の夜、義母は私のリビングに入り、ソファの肘掛けにあったリモコンを手に取り、私の見ていた料理コンペティションを途中で止めたのです。制限時間45分で奇妙な食材のバスケットを渡される、そんな番組です。まるで命がかかっているかのように振る舞う出演者たち。私はその番組が大好きで、2019年から毎週水曜日に見ていました。ウェスリン・ウォルティスはそれを知っていました。彼女は63年の人生で磨き上げた厳しい笑みを浮かべ、こんなくだらないものはここでは見ないの、と言いました。ここは私の家、私の名義の家です。夫のノアはリクライニングチェアに座り、スマホをいじっていました。彼は何も言わず、ただ画面の青い光が彼の顔を照らしていました。私の名前はリサ・ワトソン、32歳です。ムスキングムバレー医療センターで福利厚生コーディネーターをしています。ノアと結婚したとき、私は旧姓を保持しました。その選択は、今でも正しかったと思っています。ウェスリンは、7ヶ月前に私の家に引っ越してきました。当初の計画は、2週間の滞在でした。彼女が住んでいたアパートのパイプが破裂したと聞き、ノアは、お母さんだよ、リースと言いました。私は了承しました。しかし、2週間が1ヶ月、1ヶ月が3ヶ月へと伸びました。パイプは10月に修理されました。私は彼女の大家に電話し、確認しました。彼女はまだ体調が良くないと言いました。ノアは、時間を与えてと言いました。最初は彼女は助けてくれましたが、そのうちに私の生活を乗っ取るようになりました。家具の配置を変え、台所の棚を自分のものにし、テレビのスケジュールを支配しました。さらに、祖母アンテラのレシピボックスを捨ててしまったのです。その箱には、母が40年にわたって書き溜めたレシピが詰まっていました。ウェスリンはそれが古いガラクタだと言い、ゴミ箱に捨てました。私はその夜、誰にも聞かれないように水を流しながら泣きました。ノアに話すと、彼は、お母さんは重要だとは知らなかった、と言いました。私は我慢強い性格です。祖母もそうでした。リサ、忍耐は弱さじゃない。長期戦だ、と言っていました。私はその言葉を心に留めていました。しかし、ウェスリンが隣人に私を囚人のように扱っていると言いふらしたとき、限界が来ました。水曜日の夜、私は立ち上がり、部屋に向かいました。何も言わず、ただ部屋に入り、バッグを詰め、3週間前から隠していたフォルダーを持ち、リビングを通り抜けました。そしてテレビの裏からルーターを抜き取りました。誰も気づきませんでした。ウェスリンはリモコンを手に取り、自分の番組を見ようとしていました。私は階段を上がり、ホームオフィスのドアを閉め、ロックしました。ノアは、ベーブ、やめてくれと言いました。20分後、ウェスリンが、ノア、テレビが映らないの。Wi-Fi が切れていると言いました。彼は原因を探していましたが、ルーターが抜かれたことには気づきませんでした。私はその夜、笑いました。彼らは私が泣いていると思っていましたが、私は違いました。今夜、私は行動を起こすのです。続ける前に、チャンネル登録をお願いします。そしてコメントでどこから見ているのか、いつなのか教えてください。応援ありがとうございます。さて、なぜ私はクローゼットにフォルダーを隠していたのか、不思議に思っているかもしれません。なぜ冷静に階段を上がったのか。実は、リモコンの事件が終わりの始まりではなかったのです。それは21日前の火曜日の午後、夫と義母が私の家を奪おうとしていることを知った時から始まっていました。しかし、その前に、私がなぜ長く耐えていたのかをお話しします。私はノアを愛していました。少なくとも4年前に結婚した時はそうでした。彼は私がインフルエンザにかかった時、40分かけてスープを持ってきてくれました。結婚式で泣いていた彼。それが本当のノアだと信じていました。しかし、彼の母が引っ越してきてから、そのノアは消えてしまいました。ウェスリンに対峙しようとするたびに、ノアは少しだけ私を引き戻すのです。お母さんには、もう少し時間をというのです。
私はそう思いました。結婚は困難を乗り越えることだと。しかし、祖母アンテラは家を奪おうとする人と戦わなければならなかったことはありませんでした。リモコンの事件の3週間前、私は不動産税の書類が必要でした。利率が下がっていたので、リファイナンスを考えていました。家は古いですが美しい。それに、古い家には常に手がかかります。浴室の蛇口はオバマ政権時代から滴っていますが、それは別の日の問題です。私はホームオフィスのコンピューターから税の書類を取り出そうとしました。ノアと私は常にパスワードを共有していると思っていましたが、彼のメインメールのパスワードが変わっていました。私は慌てずに彼のバックアップメールを試しました。古い Gmail のパスワードは変わっていませんでした。オルティス・ノア35。彼は秘密のクレジットカードを持っていましたが、バックアップのパスワードを更新することはなかったのです。それがノアのすべてを物語っています。フォルダーを見つけた。家のこととラベルがついていた。隠す努力は一切ない。ノアは私が見ることはないと信じていたのだろう。その中には、ウェスリンのメールのやり取りがあった。6週間にわたる14のメッセージ。件名は、名義変更。手が冷たくなったのを覚えている。血が一気に指先から消えたような感覚だった。ウェスリンのメールには簡単に書かれていた。ニューアークの弁護士は、彼女がクイットクレームディードに署名すれば簡単だと言った。保険のためだと説明すれば、彼女は疑わないだろう。ノアの返信はこうだった。誕生日の後に切り出すよ。機嫌がいいだろうから。私の誕生日は11日後。誕生日おめでとう、私。でも本当に胃がねじれたのはここからだ。ウェスリンはすでに弁護士に連絡して、$350の準備費用の見積もりを取得していた。彼女が自分で支払うつもりだったのだ。これは母と息子の枕元の会話ではなかった。予算計画の一部だったのだ。私はその机の椅子に20分間、動けずに座っていた。泣きもしなかった。誰にも電話しなかった。ただ、そのメールを4回も読み返した。そしてプリンタートレイを開けた。そこにはディスカバーカードの明細書があった。ノアの名前。残高$11,200。14ヶ月前に開設。最低支払額は月$237。その最低支払いが毎月私たちの共同口座から自動引き落としされていた。私はそれをストリーミングサービスの料金か自動車保険料だと思い込んでいたため、全く気づかなかった。$237を4000回も。頭の中で計算した。それは$3,318。知らない間に存在すら知らないクレジットカードに支払っていたのだ。さて、状況を説明しよう。夫はトラクター供給倉庫で月$1,400を稼ぎながら、$11,200の秘密の借金を抱え、共同口座から母親に何百ドルも送金し、祖母の家の名義変更を私に騙してさせようとしていた。その間、私は家のすべての請求書を支払っていた。電気、水道、ガス、インターネット、食品、固定資産税、すべてだ。私がしなかったこと。彼を問い詰めなかった。叫ばなかった。映画のように彼の服を芝生に投げなかった。私は福利厚生の調整者だからだ。感情的になる代わりに、整理整頓を優先する。ドキュメントはドラマを打ち負かす。だから私は静かに、慎重に、そして計画を立て始めた。ウェスリン・オルティスがリモコンを奪い取るまでの21日間で、午後9時47分に予備の部屋のドアをロックした。家は静かだった。ノアとウェスリンは、ファイを諦めて寝たようだ。私はウェスリンが眠る客室の床板がきしむ音を聞いた。ノアの電話の充電音も聞こえた。彼らは何も知らなかった。正直言って、それは少し不公平に感じた。ほとんど。慌てる必要はなかった。急ぐ必要もなかった。この夜が計画の始まりではなく、終わりだったからだ。この3週間、重要なことはすべて静かに、一歩ずつ、パズルを組み立てるように行われていた。隣の部屋の人々が箱の存在すら知らないまま。
そのメールを見つけた翌日、私は離婚弁護士に連絡した。ただの弁護士ではない。アデール・デラクルーズ、ファミリー法、ケンブリッジ、オハイオだ。彼女を見つけたのは、職場の女性が同様のケースを彼女に依頼していたからだ。私は昼休みにアデールのオフィスに行き、すべてを話した。メール、弁護の送金、家の名義、秘密のクレジットカード。アデールは中断せずに聞いてくれた。彼女は似たような話を何度も聞いてきたのだろう。話し終えると、彼女は3つのことを言った。1、家はあなたの個人財産だ。相続であり、抵当権はない。彼の名義は一度もない。彼には一切の請求権がない。2、お金を移動するのは提出前、後ではない。それは盗みではなく、法的代表を雇うための自己防衛だ。そして3、離婚届は1週間で準備できる。あなたからの、勧めのメール1通だけが必要だ。それは3週間前のことだ。書類はアデールのファイルキャビネットにずっと保管されていた。私の合図を待って。3日目、私は市内の別の銀行で個人用の普通預金口座を開設した。共同口座とは全く別の金融機関だ。給料の振込先を変更し始めた。最初の給料は半分を共同口座、半分を新しい口座に分けた。ノアは気づかなかった。ノアは口座を確認しなかった。デビットカードを使うだけで、そこにお金が魔法のように湧いてくると思っていた。2回目の給料では、新しい口座に 75% を振り込み始めた。共同口座の残高は減ったが、ノアの月$1400はまだ入っており、彼は一度に$200から$400しか使わなかった。ガソリン代、ドライブスルーのバーガー代、それに母親への弁護送金だ。ああ、そうだ。メールを見つける前に弁護の件を突き止めていたことを言い忘れた。私の銀行が共同口座の異常な動きを検知し、多数の少額送金が同じ弁護ユーザーに行われていたのだ。誰かが不正アクセスしたかと思い、銀行に電話した。担当者は受取人のユーザーネームを読み上げた。レブラブズ・グレン63だった。聞き直した。もう一度言ってくれた。お礼を言って電話を切り、病院の駐車場で10分間座って考えた。レブラブズ・グレン63だ。ウェスリンの名前はベブではないし、夫の名前はグレンでもない。彼女は送金を追跡されにくくするため偽名で弁護アカウントを作っていたのだ。彼女は63歳の女性で、支払いアプリで金融カウンターインテリジェンスを行っていた。もし怒っていなければ感心しただろう。6ヶ月の間にノアは共同口座からウェスリンに$4837を送っていた。私の給料から出た彼女の薬代だ。ウェスリンの薬はリケアパート D でカバーされていることも調べた。私は福利厚生の専門家で、これが私の仕事だ。偽の医療費詐欺を仕掛けるべきでない相手は世界中で私だけだ。10日目、ノアの姉であるレネー・オルティス・ヘールに連絡した。ここは不確かな部分だった。私はレネーをよく知らなかった。彼女はコロンバスに住み、不動産管理会社のリースコーディネーターとして働いていて、5ヶ月ほどノアと口を聞いていなかった。彼女とウェスリンはいわゆる微妙な関係だった。レネーはいつも安撫だった。ノアは家族の期待の星だった。家族の食事会で見てきた。ウェスリンはノアにばかり気を使い、レネーの存在はほとんど無視していた。私はレネーにシンプルなメッセージを送った。ドラマなしで。リサです。質問が一つあります。正直に答えてください。お母さんが他人の不動産に名義を加えようとしたことはありますか？レネーは丸1日、24時間も返信しなかった。間違いだったかと思った。すると日曜の夜に電話が鳴った。レネーの声は平坦で慎重だった。なぜそんなことを聞くの？私は名義変更のメールのことを話し、スクリーンショットを送った。長い沈黙の後、彼女は言った。8年前に叔母のドナの湖畔の家で全く同じことがあった。でも私は証拠がなかったので誰も信じてくれなかった。息を吸い、全部送ってと言った。あなたのためじゃない。誰かがついに証拠を持ったからだ。
だからウェスリンが水曜の夜にリモコンを奪ったとき、私は離婚弁護士に書類を用意させ、3週間分の振り込みをした個人用口座を持ち、弁護の送金のスクリーンショット、名義変更のメールの印刷コピー、仲間のレネ、そして私のセラピストがストレス管理のために確用を進めた47件の記録を持っていた。これはウェスリンが超えた境界線の詳細な時刻付きログだった。セラピストは私の精神衛生のために日記を書くよう言ったが、結果的に証拠ファイルを作る手助けをしてくれた。正直言って、あれは$60の自己負担金で払った中で最高の投資だったかもしれない。さて、今夜は水曜日の午後9時47分だ。最後の一手を打つ時が来た。私はノートパソコンを開き、共同口座にログインした。残高は$3211。そこから$2800を自分の口座に移し、残りは$411にした。この数字は偶然ではない。先月ウェスリンが自分に送金した正確な金額だ。私はノアにその数字を見せ、私が全てを知っていることを理解させたかったのだ。次に、アデルでデラクルスにメールを送り、二言だけ打ち込んだ。進めてくださいと彼女は14分後に返信してきた。明日最初のこととして手続きを開始する。プロセスサーバーが待機している。正午までに彼の居場所が必要だ。私は30日間の退去通知書を2部印刷した。オハイオ州法では、月々の賃貸者には書面での通知が必要である。ウェスリンにはリース契約も賃貸契約もなく、私の家に7ヶ月間住んでいたため、法的には賃借人とみなされる。鍵を変えることはできない。手続きを遵守し、完璧に遂行するつもりであった。保険請求が署名漏れで拒否されるのを見て学んだことが一つあるとすれば、書類は武器にも弱点にもなり得るということだ。次に、ノアに手紙を書いた。短く、感情も非難も含まない、ただの事実だけ。権利書のメールを見つけた。弁護の送金も見つけた。ディスカバーカードも見つけた。明日弁護士が連絡する。これ以上ことを荒立てないでほしい。メールの印刷物を手紙にクリップで留め、その中に、ただ保険のためにと母親が書いた行を赤いマーカーで囲んだ。午後11時30分、私は裸足で廊下を歩き、ウェスリンの客室のドアの下に退去通知書を差し込み、シュネ室のドアの下に手紙とメールの印刷物を差し込んだ。その後、予備室に戻り、ドアをロックして、午前5時30分にアラームをセットした。一睡もできなかった。2週間前に買ったばかりの小型コーヒーマシンでコーヒーを入れた。ノアにはオフィス用だと言ったが、それは今夜のためだった。暗闇の中で、祖母アンテラが日曜の朝にクロスワードパズルを解いていた部屋でコーヒーを飲みながら待った。シャワーを浴び、服を着て、落ち着いている姿で叫び声を迎えたかった。叫び声が始まったのは、前6時12分だった。ちょうどその時間を見ていたから、ドアが最初に閉まる音を聞いた瞬間のことを覚えている。ノアはルート40のガススタンドでガソリンとコーヒーを買おうとしたが、カードが拒否された。ノアの叫び声が予備室のドア越しに聞こえてきた。彼はガススタンドで屈辱を受け、記録的な速さで家に戻ってきたようだ。エンジンのアイドリング音が窓を通して聞こえてきた。リサ、カードが使えない。何をしたんだ、その後、ウェスリンの声が続いた。彼女はドアの下にあった退去通知を見つけたのだ。これ何？私は家族よ、追い出せないわ。私はすでにシャワーを浴び、服を着、髪をまとめ、仕事用のブレザーを着ていた。その理由は、まだ仕事に行くわけではないが、見た目が整っていると人は真剣に受け止めてくれるからだ。コーヒーを片手に、もう片方の手に携帯を持ち、廊下でノアとウェスリンの声を聞いていた。ノアがドアを叩き、ウェスリンが駐車違反の切符のように髪を振り回している。私はドアを開けなかった。それが彼らの計算外だった。それまで家での対立があった時は、いつもドアを開け、座って説明し、ノアの反応しすぎだという説得に耳を傾け、ウェスリンの涙や被害者の不利に罪悪感を感じて謝罪するというサイクルだった。彼らはそれを期待していた。しかし今日は違った。ドア越しに、はっきりと静かに話した。必要なことは手紙に全部書いてある。
弁護士の番号も書いてある。8時に出かけるから、台所にはいてほしくない。約4秒の沈黙があった。すると、ノアの声が低くなった。哀願する声で、ベイビー、お願いだからドアを開けて。大人のように話し合おう。彼の後ろでウェスリンが警察を呼ぶと言っていたが、どちらにも答えなかった。デイベッドに座り直し、もう一口コーヒーを飲んだ。それは良いコーヒーだった。祖母アンテラが危機に直面するときは、まともなコーヒーが必要だ、と言っていたから、あのシングルサーブのポットを買ったのだ。彼女は吹雪や停電のことを言っていたが、その原則は今でも当てはまると思う。予想外だったのは、ノアが次に何をしたかだ。彼はレネを呼んだのだ。ドア越しに聞こえた。廊下を行き来しながら、声が震え、彼女はおかしくなった。銀行口座を凍結して、母さんを追い出そうとしている。何が起きているかわからない、と言っていた。彼は電話をスピーカーにしてウェスリンにも聞こえるようにした。ノアはいつものように妹が彼を助けるために反応することを期待していた。共感的で、安心させ、問題を解決する準備ができている。それがレネの家族での役割だった。ノアは知らなかったが、私は4日前にレネにすべてのスクリーンショット、弁護のレシート、メールを送っていた。彼は知らなかったが、レネはその情報をコロンバスで4日間読み、再読し、家族が8年前に隠していた出来事と結びつけていた。彼は知らなかったが、レネが木曜の朝6時20分に電話を取ったとき、彼の味方としてではなく、私の味方として電話を取ったのだ。次に何が起こるか知りたくて、ドアに耳を押し当てた。映画を見ている時のような感覚だ。悪役がドアを開けようとしているが、その先に何があるか自分だけが知っている。胸が締め付けられ、半ば恐怖、半ば興奮。私はその部屋に立ち、カーペットの上で裸足で、コーヒーを手に持ちながら、夫が手榴弾を家族で唯一それを投げる場所を知っている人に渡すのを聞いていた。ノアはレネをスピーカーにして母親にも聞かせた。それがその朝、彼が下した最悪の決断だった。そしてすでに午前6時12分にはいくつかの判断を誤っていた。レネは叫ばなかった。それが破壊的だった。もし彼女が叫んでいたら、ウェスリンも叫び返し、家族の叫び合いになるところだった。レネは低く、平坦で、落ち着いた声で話した。8年間心の中でこの会話を練習していた人の声だった。ノアと彼女は言った。権利書のメールについて知っている。弁護の送金についても知っている。すべてを知っている。廊下は静まり返った。ノアの呼吸がドア越しに聞こえた。リサが4日前にすべてを送ってくれたとレネは続けた。そして言わなければならないことがある。これが初めてじゃない。それから彼女はドナオバの湖畔の家の話を始めた。8年前、ウェスリンはノアの父方のおばの家に台所のリフォーム中に引っ越してきた。計画は同じ、ただ数週間、同じように徐々に支配していった。ドナの場合、ウェスリンは実際に権利放棄証書のドラフトを作成するまで進んでいた。ドナの娘が、車の鍵を探している間にウェスリンのバッグの中で見つけたのだ。家族がウェスリンに対峙すると、彼女は泣き、誤解だと言い、ドナが申し出たと言った。ドナは否定したが、ウェスリンは非常に説得力があり、家族の半分は彼女を信じ、半分は信じなかった。それはもはや誰も話題にしないことになった。レネは当時29歳だった。彼女はドナを信じていたが、誰も耳を貸さなかった。あの時、言ったでしょう、レネは声を締め付けながら言った。母さんが嘘をついているって言ったのに、あなたは私が嫉妬していると言った。君は私が問題を起こそうとしていると言った。ずっと黙っていたウェスリンが突然、爆発した。謝罪でも説明でもなく、怒りで。恩知らずめ。私がどれだけ尽くしてきたと思ってるの。彼女の味方をするだなんて。彼女は家族でも何でもない。そう、そこにあったのだ。7ヶ月もの間、親切な老婦人を演じていた。それが一言で消え去った。ウェスリンは謝らないし、恥じることもない。彼女は見破られたことに激怒していたのだ。誰かの本性を知りたいなら、
仮面が外れた時にどうするかを見ればいい。泣く人もいれば、謝る人もいる。ウェスリンは攻撃した。レネーは冷静に、ノア、もう一つ伝えておくことがある。母のアパートの契約が終わったのは配管の破裂が理由じゃない。2日前、彼女の元大家に電話した。騒音の苦情が3回あり、他の住人の郵便物を除いたから契約が更新されなかったんだ。配管は1週間以内に修理されていた。彼女はすでに出ていたんだと言った。その後の沈黙は違った、重かった。私はドアに手を押し当て、向こう側の重みを感じた気がした。ノアはこの7ヶ月間の出来事を、母が助けを必要としている悪い対価と悪い配管の被害者と信じていた。その基盤が崩れ去ったのだ。彼がようやく口を開いたとき、その声は小さかった。母さん、それは本当なの？ウェスリンは受け流した。あの大家は最初から私を嫌っていた。あの女性の郵便物を除いたのは、私の荷物が彼女の箱に届いていたから。こんなこと馬鹿げているわ。私は自分の子供たちに尋問されるためにここにいるわけじゃない。しかし、彼女はどこにも行けなかった。スピーカーフォンの会話に参加している全員がそれを知っていた。ノアはもう一つの角度から試みた。リサは俺たちを追い出せない。俺はここに4年間住んでいる。この家に権利がある。レネーは冷静だった。それは彼女の別の所有物、ノア。相続したものだ。住宅ローンはない。あなたの名前は一度も載っていない。一銭も払っていない。私は弁護士じゃないけど、それぐらいはわかる。私もそういうことができた。アデル・デラ・クルーズが最初の会合で詳しく説明してくれた。オハイオ州では、相続財産は一度も混同されなければ別個のままである。つまり、私は彼の名前を追加したことも、共同で再融資したことも、住宅ローンに結婚資金を使ったこともない。家は結婚前に私のもので、今も私のものだ。ノアは離婚が成立すると占有権を失う。ウェスリンは2も持っていない。彼女は6ヶ月半も歓迎されなかった客だった。午前7時45分、ノアが階下に降り、玄関のドアが開いた。彼のトラックがエンジンをかけ、言葉もなく車道から出て行った。数分後、ウェスリンがスーツケースを引きずる音が聞こえた。祖母が2003年に自分で再仕上げした香木の上を。そしてまた玄関のドアが開いて閉じた。午前8時15分、私はブレザーを着て肩にバッグをかけて階下に降りた。キッチンは空っぽだった。ノアのトラックはもうなかった。ウェスリンは2つのスーツケースを持ち、バスローブを半分着たまま服の上に座っていた。電話でモテルを探していたのだろう。彼女は私を見なかったし、私も彼女を見なかった。車に乗って、車道からバックして、仕事に向かった。その時、ハンドルを握る私の手はこの7ヶ月で初めて安定していた。私は一日中働き、14件の請求を処理した。正午には机でターキーサンドイッチを食べ、メールに返事をし、45分間続いたスタッフ会議に出席したが、それは45年にも感じられた。普通の木曜日だったが、20分ごとに胸が締め付けられ、これが本当に起きているの。私、本当にやったのと考えた。そしてスマホを見ると、ノアからのメッセージもウェスリンからの不在着信もなく、そう、私がやったんだ、と思った。午後2時15分、私立の訴状配達人がメープル通りのモテル6に入り、ノア・オルティスに離婚の書類を手渡した。私はどのモテルか知っていた。なぜなら、その日の午前10時半に共同口座から79ドル99セントの請求通知がスマホに表示されたからだ。モテルロクザネスビル。私はその住所をアデルにテキストし、彼女が後のことを処理した。配達人はアデルに、ノアがモテルの玄関先で最初のページを読み、うなずいて受領確認に署名し、一言も発しなかったと言った。驚かなかった。それがノアらしかった。最後まで彼は最小限の抵抗で済む道を選んだ。争いは他人の仕事。ノアはただ署名し、それで問題が消えることを望んでいた。午後3時半、アデルから電話があった。書類は提出済みで、彼は受け取った。問題はない。
彼女はためらい、リサ、具合はどうと聞いた。私は大丈夫だと言い、多分本当にそう思っていた。午後4時、スマホが鳴った。ウェスリンからだった。出るのをためらったが、最後の電話だと思い、出るべきだと感じた。彼女がどんなウェスリンなのか、暴君か女優か知る必要があった。女優だった。甘い声で、柔らかな口調。ジュディ・アレッサや郵便配達員、何かを求める相手に使う同じ声だ。ねえ、みんな少し感情的になりすぎたと思うの。今朝は感情が高ぶってたし。ノアと話をして、今夜大人同士で座って話し合おう。妥協点は見つかるはずよ。私は彼女に言葉を遮らず話をさせ、ウェスリン、通知期間は29日残っている。今後の連絡は私の弁護士が対応するから、この番号には二度と電話しないで、と言った。電話を切り、番号をブロックし、深いため息をついた。肋骨が痛むほど深く息を吸い、また請求処理に戻った。請求コードは自動で更新されないのだから。午後5時40分、私は自宅の車道に入った。ジュディ・オレサが玄関の階段に座っていた。胸が一瞬沈んだ。ウェスリンが先に彼女に接触し、私に罪悪感を抱かせるために送り込んだのかと思った。しかしジュディの顔は怒っていなかった。柔らかく、少し恥ずかしそうだった。今朝、旦那さんが荷物を持って出て行くのを見たわ、と彼女は言った。それから義母さんがスーツケースを持ってここに座ってた。何があったのか知らないし、私の知ったことじゃないけど、と言って、メガネを直した。多分、私は一方の話しか聞いてなかったのかもね。私は68歳のジュディを見た。夫を亡くし一人暮らし。ウェスリンは7ヶ月前、彼女の日々のコーヒー仲間で、マフィンを持ってきては彼女の耳に私についての嘘を吹き込んでいた。ジュディは悪い人ではなかった。孤独で、ウェスリンは孤独な人を見つけて自分を必要不可欠にするプロだった。大丈夫よ、ジュディと私は言った。彼女は説得力があるの。それが彼女のすべてなのよ、ジュディはうなずき、一度私の手を握ってから芝生を横切って戻っていった。それだけで十分だった。大げさな謝罪は必要なかった。7ヶ月ぶりに誰かが私をはっきり見てくれればよかった。私は家に入り、祖母の家、アンテラが1987年に30年分のカフェテリアの給料と頑固さで買った家に戻った。ウェスリンがリビングの窓にかけていたレースのカーテンを外し、祖母のブラインドの上にかけたものだ。畳んで袋に入れ、玄関のそばに置いた。29日の間に取りに来るか、着なければ寄付するつもりだ。いずれにせよ、もう私の窓にかけることはない。祖母の写真を元の暖炉のマントルに戻し、窓を開けて夕方の空気を入れた。家は再び自分の匂いがした。古い木の香りとレモンの洗剤の匂い、名前は付けられないけれど、私のものだと呼べる匂い。ソファに座り、リモコンを手に取った。ウェスリンが22時間前に私の手から奪ったあのリモコンだ。料理対決番組をつけた。出場者たちは、ゾットをめぐって口論していた。誰かがソスを焦がしたのだ。審査員は恐怖に満ちた顔をしていた。完璧だった。誰もリモコンを奪わないし、誰も消さない。誰も私に、家で何を見ていいか悪いかを命令しない。リモコンは初めて手の中で軽く感じた。ここにいてくれて本当にありがとう。この物語が身近に感じられた方は、ぜひコメントで教えてください。すでに多くの物語が画面に待っています。お好きな物語を選んでご覧ください。それでは、またお会いしましょう。